早速なんですけど、今皆さんですね、愛戦士ご覧になりましたよね。でラストの方でジャブロにバーッとフラミンゴが飛んですごいなと思ったと思うんですよね。あれ実は書かれたのは伊丹さんです。はい。当時は根拠がなく、やっぱり全部書かなきゃいけなかったんですけど、安彦さんがレイアウト上で少し遠慮されてたんで、それで自分がなんか参考のビデオでフラミンゴの見たらすごい量だったんで、あ、これ安彦さんなんか気遣ってるなと思って、で勝手にどんどん増やしてみたらそのぐらい大変でしたね。トミーさん喜んでましたけど、いや第一スタジオに入ったのは5話ぐらいから入って早いですね。早いんですよ。名前全然出てこないんですけど、動画チェックの浜津さんが前のスタジオの先輩だったんですよ。スタジオ武蔵っていう西荻窪にあったんですけど、そこの同研やってて、でなんかちょっと3年で新しいロボットものやりに行くんだって言って辞めた後に連絡が来て、なんか大変なアニメで、でも板野君が好きそうなジャンルで結構リアルなんだよって、ちょっと新しい挑戦だからやりに来ないかって言われてて、その時に席が空いたら連絡するって言われて、一つ机が空いたから来ていいよって言われて、それで行ったのが5話ぐらいからなんですよ。おいくつだった？ 20歳です。20歳です。だからシャーに負けてんじゃんって思って同い年だった当時20歳でなんかシャーの方が全然大人じゃんっていう。時野さんと安彦さんが終電だからごめんねいたんちゃんって書いていくんですけど、でその後がすごく楽しみで、安彦さんのその机のそのホチキスで止められたやつを開けてみて、使えないでから安彦さんがいつもため息つきながらクシャクシャポンとか「はぁ打ち合わせの時間返せよ」とか言って一生懸命直してて、それはどんなやつだろうと思って自分のじゃねえだろうなと思って帰って開けに行くんですけど、もう全然これは無理もないみたいなっていう感じで、あとはその富野さんの絵コンテとか他の上がりたての絵コンテを勝手に読んだりしてて、そういうことができたんでずっと止まってたんですよね。大変なんだけど虎の穴の修行というか、虎の穴も若い人は知らないと思ったんでタイガーマスクが鍛えられたところなんですけど、その経験が後にビデオマクロスって話があるんですから。だから「ドラゴンボール」でいうとそのなんとかと時の部屋とあったじゃないですか。精神と時の部屋。あそこですよね。1年で10年ぐらいの勉強毎日こう面白しょってるみたいな。そうです。海洋系10倍で毎日やってましたね。でもその中でそのフラミンゴとかをわざわざより大変にするっていうそのあたりのね気持ちというか秘密をもう少し聞きたいところなんですね。やっぱりなんか寂しいとなんか作品主義なんで。そうなんですよ。ブライトがすごく安彦さんが上手すぎてキャラ芝居がいいんですよみんな。でそんななんか楽しそうにブライトがまだその見ろって言ってんのにしょぼいなんかしょぼいこんなとか寂しいじゃないですか。だからなんか多分こういう気持ちなんだろうなっていうと、その富野さんのそのブライトへの意図と安彦さんのもう板野君たちは出来高だから大変なのやらせると食えなくなっちゃうからっていうその思いやりが伝わってくるんですけど、いや大丈夫ですよって一生懸命ずっと書いてましたね。いいもの作りたいっていうか、自分にその時にやっぱりその足を引っ張ってるんでキャラクターとかは安彦さんはすごく猫背だったり自然なポーズがすごくうまくて、自分はなんかどうしてもなんかムキムキしたりポーズ取っちゃうんで、キャラなんか結構直されちゃうんで迷惑かけてるなと思ってたんで、なんか迷惑かけないのなんかっていうのは結構レイアウトだけ渡されて爆発よろしくっていうのが意外とその爆発と動物とかそういったものが迷惑かけないでその役に立ってるなっていう、何でもかんでも、しかもそれで安彦さんがこいつは大丈夫なんだ、こういう生活のことあんま考えてないなっていうのを気がついて、でそこからどんどん回してくれるようになったんですね。アニメが好きでずっと好きでいることから、下手でもいいんだよ。僕も下手だったから。だから下手だから教え方が上手くなったんで、
今でも好きなんで、だからなるべくそのアニメーション新しいのやつと必ず1話見てるし、やっぱりもう下手だ遅いって言われても諦めない、あれが一番だと思います。頑張ってアニメーターになってください。声優希望が多いのでアニメーター少ないはい、覚えてますか。84年の作品なんで、なんとちょうど40周年。40周年ね、そのご感想からちょっとお一人です。はい。川村さんどうですか。いやもう本当まさかね40年後にこんな機会があるなんて思っていなかったので、とても嬉しいですし、あの当時若かった頃はやっぱ3年経ったら全部古びると思ってて、はい、もう全て終わるじゃないかと思ってたぐらいだったので、まさかこんなに続いて、なんか30年過ぎたあたりからかな、本当になんか歴史の中に入ってきたんだなって気がしたのが、ついにそこからまた10年ぐらい経ってるって感じですね。はい、ありがたいです。今、はい、田さんどうですかね。車の部品とかも10年のストックなんで、はい、もう10年超えたらもう多分あんまり、名前は知ってても、見る人はいないだろうと思ってたんですけど、40年経って劇場で上映させていただいてるっていうのは本当にありがたいことだと思ってます。はい、ありがとうございます。スター・ウォーズあり、ヤマトあり、ガンダムありの後でやる以上、とにかく似ないようにするにはどうしたらいいんだろうというのを考えて、恋愛と歌、その両方が入っていれば、似ないだろうなというのを、すごく意識してやりましたよね、あえてっていうか。でも先ほど言った通り、まさかそんなに続くなんて思ってなかった分、こうやって歴史に組み込まれていくんだなっていう感じはなんかすごくあって、それはその50万年前から続く物語みたいなことを言ってるマクロスとしてはすごく文化の中に入れてよかったなって気はしますよね。カルチャーになった。そうです、ようやくなったかなと。劇場で見たことがない人はどれぐらい。多いね。それは嬉しいね。ぜひびっくりしてください。このスクリーンに耐えられます。本当に。しかも40年経ったとは全く思えないと思います。でそのね密度感っていうのはどういう。もともとテレビシリーズからスタートしていたので、テレビの時のサイズに比べて当時でねやっぱり映画ってそのものづくりにとってはなんかこうすごく大きな存在だったので、なんとかしてその画面の密度を上げようとかっていうのを思いつつ、また北野さんに怒られるだろうなとか思いながらやってたわけですよね。怒ったんですけど。いやもうこうやって見て怒りましたよ。本当に。やっぱり本当に簡単ですよね。宇宙にその無限にその大艦隊とか字をちょって書いてあって、でなんかパンが3フレームぐらいあって、このパースが効いてなんかわーって見下げから見上げまで宇宙を埋め尽くす大戦隊みたいなのが。一応あれも結構書いてますね。そうだからちゃんと半分責任ちゃんと止めて止めたところは本人がみんなすごく何でも合わせてます。そうなんですよ。どうやってこんな1年で作ったんですかとか思っちゃったりするんですよ。ちょっとでも今思うと異常な。いやそうでもないね。なんだっけ。最初は新人ばっかりで。そこの違いですね。そこが違うね。最初はそのアニメーション学校の卒業生をみんな一番押し付けてきて。シンプルばっかりだったんだけど、あと学徒同園みたいな感じで。テレビのだってね、だってガフトだもんね。だからそういう人が多くて、その人たちが生き残った人たちが、あとそのマクロスを見て外でマクロスやりたいっていう人たちが上手い人が集まってくれたんで、それで劇場版の方はやっぱりテレビの悔しさがあって、スタープロの回がボロボロだったり、やっぱり予告見て来週スタープロだよ野球やんねえかな野球で潰れてくれればもう1週間絵を直せれば100カットは直せるぞっていうそういう世界だったんで、今1週間に100カット直んない本当すごいよね。そこがもうやっぱりその悔しさが劇場に出てるんですよ。ちゃんと描けばマクロスはこんないい作品なのにテレビでレインボーマンのせいでちょっと補足説明いるんじゃないですか。1話から穴を開けて、その責任をなんで俺たちが取るの？1、2話スペシャルですね。録画してないよね。放送なんかそんなのね。ストックがなくなっちゃって、もうボロボロなんですよ。それでもう本当に忍びなく
もうククルス・ドアンの島は作りたくないと思ってるのにご本人4本はククルス・ドアンの島を作っちゃうんですよ。もう嫌になっちゃいますよね。なんか表情に関しては本当に三木本君はじめすごくデリケートに表現してもらえてて、でそれまでのガンからはもちろん違うんですけども、いわゆるロボットアニメの頃ってね、表情とかもしても割とシンプルに喜怒哀楽だったりするのが、もうちょっと微妙な表情表現、感情表現をやろうっていうふうにやっていったので、本当愛用語なんかで言ったら特に後半に至ると複雑な心情になってくるんで、そういうところにはすごいのを書いてもらってるっていう実感はありますね。角川春樹さんがアニメーションをやろうと突然言い出したということが全ての始まりで、革新的な人なんで、まず凛太郎というカタカナの名前の監督でやろうと春樹さんが思ったと。東映にいた野田さんを連れてきたり金田君を連れてきたり、新しくそこにスタッフを集めて新しい映像をやろうということで始まった、その第一作が幻魔大戦なんですね。要するにアニメの一つのターニングポイントなんですね。劇場映画っていうのは子供が見るものだったんです。ところが角川春樹が出て幻魔大戦作って子供を見なくていいよという映画作っちゃったんです。要するに大人がどんどん普通の映画見る人が映画化にアニメ映画に参加するようになってきた。一つの日本のアニメがいろいろ変わっていく時期があるんですけども、その40年前その幻魔大戦を作った角川春樹っていうのはやっぱりすごいな。で春樹さんから当然その幻魔大戦平井和正の幻魔大戦をやれと。要するに以前に漫画でもすでに石森章太郎さんで幻魔大戦っていうのも人気があったんですけど、それは東映でやるんだったら石森さん、松本零士さん、手塚治虫でやる当時の劇場映画っていうのは全部そういうスタイルであったから、そうじゃないものをやろうでっていうことで凛太郎が突然大友克洋の絵でやると言い出して、僕が大反対して「こんな絵描ける人いませんよ」と「今のこんなことでアニメーションできません」っつって、また須川の僕は大反対したんだけれども凛太郎に説得されて、それといつの間にか大友君がスタジオの中に入り込んでしょっちゅういるんで仲良しになっちゃったんで、今更ダメとは言えないと。ただ途中で応援化して、要するにルナ姫の他のベガとか吾妻城とか男の絵はなんとかなるんだけど、ルナ姫の絵を見た時僕がびっくりこいちゃって、なんでこのブスはお姫様は目玉が大きくて綺麗で可愛くないといけない。で僕机3ヶ月間ずっと机大友君の前に座って上がってくるの、いやこれ可愛くないずっと言い続けて、でも全然変わらなくて、途中でいろいろ金書いてくるとファッションを変える、着物を変えるだけで顔そのものは変わらないんですね。で今だったらもう全然描けちゃうと思う。当時可愛い女の子を大友克洋描く気がないんですね。その可愛く描くっていう能力がなくて、で3ヶ月ぐらいずっとダメを出して、それいまだに僕は恨まれて大友克洋に「お前嫌い」って言われてるんですけども、凛太郎が飛んできて最後の3ヶ月ぐらいに来て「丸これで許してあげないよ」って言って、しょうがなくてルナ姫が決まったということがあります。大友さんは主に都名でね、東京がすごいパニックになるところを同じのモブシーンでね原画描いてます。だから原画ってどこ描いたんだろうというと、こういうところを大友さんはかなり描いてます。そうなんですね。それから我々が描けない面倒くさいこととかはい、そういうのは大友君にやってって言うと、割とコツコツずっと描いて、この間も会った時に「あの頃漫画連載しててよくアニメができたね」今だったら何でもできるんじゃないかって全然漫画描かないです今でこそアニメ聖地どうのこうの言ってるけど、この幻魔大戦前までは
アニメーションっていうのはフィクションなんですね。だから本物に描いちゃいけない。その時にあえて大友克洋の起用を含めて林太郎をやったのは、例えば吉祥寺の街はそのまま再現する、新宿の街はそのまま映す、路地も全部そのまま映す、アニメーションのキャラクターをそこに大友のキャラクターを追い込むという発想で、そういう意味では本当40年前、これが出てきたことによってアニメのバックグラウンドの考え方も変わってきたという発想が全て今につながって、今その結果として政治探訪みたいなのありますけど、背景をちゃんと書こうみたいな。テレコムで合作の長編を作るっていうんで、大塚さんが若い人を集めてるっていうんで、やっぱりそれだったらみんな行きたいっつってこう右往左したことが、丹内さんとか僕ぐらいの、まあ丹内さん先に言ったんですけど、僕ぐらいの年代の人は。でそれがやっぱり大問題になりまして、まあ大塚さんが来て「まあその話はなしね」と言われてことしかけちゃって、でも次宮さんのが始まるからその時お手伝いお願いしますからっていう、なんかそんなような話じゃなかったのかな。なるほど。多分宮崎さんはスタッフのことをよく見てて、多分この人はこういうのが得意なんだろうなっていう形で、多分その人に合わせながらシーンを作ってたり。そういうのを聞きました。当て書きのような、この人が書いてくれるならみたいな感じで。それはあったと思います。なるほどなるほど。なんか打ち上げの時になんかもう今でも嬉しいんですけど、まあポツッとね、多分一本終わらせて、お酒も入っててちょっと機嫌が良かったんでしょうね。まあいいアニメーターですね。ポツッと言ってくれたのが今でもそれは本当に嬉しいですよ。そうですよ。だからそれはちょっとコナンをやり上げた結果、やっぱり宮崎さんの記憶にも残る存在であったってことだと思うんですけど、そうですね、決してだからうまいとか達者なっていう意味じゃなかったと思うんですけど、荒削りだったとは思うんですけども、そうですね、このアニメージュとジブリ展でこのようなそのカリオストの後ろの絵コンテが展示されていたんです。それで宮崎さんの字で原画の配分が書いてあって、ルパンが発信するところからっていうことですね。でなのにもかかわらずですね、ここが空欄になってる。ここだけ友永さんの名前がない。これはどういうことだったんでしょう。いやだからわからないですけど、ひょっとしたらまあ噂ですけどね、青木雄三さんにお願いしようとしてたんじゃないかなって噂ですよ。噂ですね。でやっぱり青木さんもその一期のねシリーズの時からメカをね描くことが得意なことでもよく知られてたし。でもどっかで何かの事情で青木さんではなくなってで友永さんになって、僕は大塚さんと宮崎さんの中で車はほとんど書いたこともないし、コナンでちょこっとね見てもらっただけなんで、本当はもっと別の人をいろいろ考えたんじゃないでしょうかね。たまたま空いてたから。宮崎さんがコンテを切られて、レイアウトはまず友永さんの方からレイアウトを出すんですね。そうです。宮崎さんのところに持ってってみてください。その宮崎さんのそばに立って宮崎さんがこうした方がいい、ああした方がいい。それ直したやつを持って帰って、それから現図を整理して、それが終わるとそれ現図は背景の方に行って、まあコピーされたやつをもらって、それで原画を描くんですよね。原画を友永さんがずっと描かれて、それを直すのはもう大塚さんだけなんですか。それもさらにもう一回宮崎さん見る。宮崎さん見ます。その原画をのチェックの段階で宮崎さんが芝居とか動きをもう全部直したんですよ。そうなんです。それで作画監督っていうのはまあ変な話だけど、まあ宮崎さんのアシスタントみたいな、最終的に線を整理する。あるいはちょっと宮崎あんまり変わらないんだけど、ちょっともうこれは面倒くさいから任しちゃうみたいな。大塚康夫さんをして、なんかそのアシスタント的にいや僕から見たらちょっとそういうふうに見えたんですよ。それはびっくりしましたけどね。なるほど。それでもやっぱり大塚さんはやっぱ皆さんこうした方がいいや、ああした方がいいって結構気づいた時は皆さんにこういろいろアドバイスはしてましたけども、他の作品ではほとんどやっぱり作画監督っていうのは宮崎さんのアシスタントに近い感じですよね。